ざいます。今日ちょっと一日密着させてもらいます。はい、お願いします。よろしくお願いします。いや、かっこよかったです。木本選手。まあまあまあ。おお。こんなやつ使わないでください。減量だるすぎ。落ちはどう？いや、俺今6.9で66.9。落ちてない結構。だいぶ落ちたし。なあ、始めた時70ちょっとあったよ。70.7ぐらい。前の試合のダメージはそこまで残ってないんですか？てか全くないっすね。ダメージ。スーパーサイヤ人目指してる。試合好きなんで自分は。試合に対してストレス感じるとかもないんで、その声をなんか心配されてるんですけど、まずはでもバンダムのベルト取りたいんで、まあ、ここ勝てば取れるんで、次も勝てます。JTT の朝のメニューはレスリングですか？今日はそうですね、宮田さんの、対戦相手の本谷選手のイメージというか印象ってどんな印象ですか？まあ、組が強くて、まあ多分寝技でやられるって子多いですけど、まあ、まだ見せてきてないんで、この寝技っていうのを自分の、だから打撃もまだ見せてないことだらけなんで、今回全部見せますよ。もう疲れたっす。組は好きですか？好きっすよ、俺意外とめっちゃ寝技好きっすもん。あ、そうですね。18歳で挑戦者、確かに候補やばいですね。井上選手に勝たなきゃ意味ないっすね。まあそうですね。今やってる勝てないです。で俺大晦日でやりたかったっすね。まあ両方のこれでもいいし、まあ、クラッチはなし、クラッチしたら終わっちゃう。クラッチした秋元選手はどういう選手ですか？強いですか？めちゃくちゃ強い。若い。なぜなら毎日めちゃくちゃ速いレベルアップ。because 頭がちょっと若い。そう新しい技、簡単わかる。そう今ビッグチャンス。元谷の試合。元谷。そうですね。友達解散、ビンツで今秋元さん、問題ない。打撃のセンスはめちゃくちゃいい。頭の位置、スピードうまいです。でも元谷選手はレスリングも強いじゃないですか。そう寝技は強い。コントロールと寝技、一番強い。でも、MMA の試合、寝技試合じゃない。MMA の試合、初めは打撃、秋元のチェンス。なるほど。KO or decision でもめっちゃボコボコ decision 来年秋元がバンタム級のチャンピオン。
ご飯 100g にします。で、はい。味噌汁となんかちっちゃいサラダみたいなのがいらない。はい。週5ぐらいで行ってるんですよ。マジですか？超常連なんでね。一番行ってます。電車結構長いっすね。こっちに引っ越そうと思わないんですか？家事が言うて行き帰り2時間ぐらいなんで、そこで家事とかで時間取られるよりは電車の方が、まあ、スマホ見てるだけなんで。ありがとうございます。100g。はい、ありがとうございます。これが俺がよく食べてるやつです。みんなこんな感じで回されてよく大丈夫ですね。気にしたら負けっすから、これ。マジで。そうそう、試合と一緒です。対戦相手の気にしたら負けです。試合中結構気にしてるけど。金太郎選手とかマジ怖かったっすね。笑ってました。鈴木選手もそれで言うと怖くないですか？なんかいつもより覇気はなかったっすよ。あんまガンギバってなくなかったっす。入りきってない気がしたっすけど。栄養士の方に送ります。ちょっとこうやって送っていいっすか？いいっすよ。いや、いいっすか？いいっすよ、いいっすよ。よし。ちゃんと JTT のスマホケースなんですよ。しかも俺もいます。あ、本当だ。これ僕に声かけてくれたらあげます。俺が持ってた。僕今声かけたんでもらってもいいですか？ガチで欲しいですね。あんまいらないやつじゃないですか。ひどっ。いや、ちょっと傷つく。じゃあ持ってます。絶対嘘じゃないですか。本当ですか？本当に持ってるんですか？会社にあります。あ30分の動画ぐらいですよ。すごっ。早く見て。自分でも見たいですね。いつぐらいアップですか2発目でした。そうです。僕の前にもいるんですか？シェイドライ出た出たシェイドライフ。どういうことしてんだろう。フ。秋元選手みたいにちょっとふざけた感じとかはないですね。ふざけてないってマジで。みんなどんぐらいですか再生数？でもまちまちっすよね。ランポ選手の時とかは今、まあ40万。すごっ。抜きたいな。何すれば抜けるんですかね？例えばその彼女を出すとか。今ちょっと作ってきていいですか？再生数伸ばすために。好みの女性の感じとかって話したことありますか？4人。あんまないかもしれない。そうなんです綺麗系ギャルなんで。綺麗系ギャルです。ケバめな方は嫌いなんですよ。綺麗な方が好きです。清楚ギャル。好きじゃないですか。いやいや、ちょっと待って。まあ大戸選手に言われたっすからね。言われてましたね。あ、そう、それ聞きたかったです。一緒なんじゃないですか、呼ばれたって。太田選手とはバラエスタ時代は練習してましたよね。してました、めちゃくちゃしてました。で、いい関係というか、別に嫌い、なんか悪いとか。そうですね。けどなんか急に言われたんで、ピキッとしたっす。元谷選手決まったんで、お先失礼しますみたいなやったら、逃げたと勘違いしたのかツイートしてて、プップップーと思ってしまいました。太田選手は元谷選手に2回負けちゃったんです。そうですね。で、俺2回やっても2回勝ちますよ。素晴らしい。バンタムでベルト取ったらもうフェザーに完全移行の予定ですか？まあ、でも体次第っちゃ体次第ですけど、バンダムの帝王になってもいいですけど、面白いですよね。やりたい選手とかいますか？堀口選手とかとはやってみたいですけど、もう最強って言われてるんで、まあ、あとは、まあ、話題性がある、まあ、やっぱ平本選手じゃないですか。まあ、いずれやると思うんですけど、フェザーですよね。そうですね。ミクル選手の敵討ちじゃないけど、そういうのはあったりします。まあ、けどいつかミクルさんがやり返してくれると俺は思ってるんで、まあ、ここでまだ俺が出しゃばる時ではないかなと思います。外国人とかも強いじゃないですか。確かに。シェイドライフとかクレベルとかケラモフとか怖いなとか思います。怖いっす。最初怖いっす。思うんですね。今見れば。けど、いざ同じ階級になってみたらどうなんですかね。打撃で言うと久保優太選手とかフェザーの確かに。ヤーマン選手。けど、まあ、平本選手もヤーマン選手も久保選手も、どっちもこう自分からタックルいけないタイプじゃないですか、まだ。でも、自分はこう、自分からもいけるから、そういう全局面合わせたら、自分も強いんじゃないかなと思っちゃう。勘違いとか言わないで。見せるっすから、俺が。ちゃんと。
バンタムでは怖い選手いますか？打撃の一発持ってる金太郎選手とかやっぱ怖さあったんですけど、いざ試合になったら全然大丈夫だった。金太郎選手をライジンで KO した人は俺だけいないですからね。ダウンの姿がかなり新鮮な絵でした。なんか衝撃でした。衝撃でした。この人って倒れるんだみたいな。俺のこれなんで次も当てますよ。でも絶対こっち警戒してると思うんですけど、俺の当たっちゃうんですよ。なぜか当たっちゃうんですよ。だから表選手すいません、当たっちゃいますすいません、煽ってるとかじゃないです。すいません、当たっちゃいます。秋元選手どういう人ですか？挨拶しないですね。めっちゃするじゃないですか。俺と挨拶は絶対してます。俺誰にでもしてるっす。挨拶しないけど、ちょっとなんか結構鼻で笑うんですよ。鼻で笑うでしょ。基本的に朝倉兄弟以外下に見てますよ。見てない。基本的に。じゃあリクトというあ、読んでます。いや今ので嘘って分かったんですよ。あいつって言ってますよ。あいつ。俺らが人回りじゃん。あいつって言われてますね。選手に対して友達選手に対してもこれやっとけよ。絶対に嘘です。そんなことしません。ミクルさんって来るんですか？もしかしてこの間蹴り教えてもらって、蹴りが下手だから教えてやるよって言われて、自分も受けたんですよ実際。でまだ痛いっすもん。めちゃくちゃ蹴りを火曜日ぐらいに受けたんですけど、まだ痛いっす。負傷しました。痛いじゃないですか。マジで強かったです。びっくりします。ハマりました。ハマったっす。じゃあそれもしかしたら見れるかもしれません。見せました。まあでも先にこっちが当たっちゃうんですよね。でも今からちょっと、撮影で使うお洋服を、買い物好きなんで、あとやっぱ減量中ってなると、こう買い物でしかこうなんか満足感を得れないというか、撮影しついちゃいましたね。来ましたね。ザギンに。あれだったんで下ろさないといけない。あ、マジですか。そうなんです。オッケーね。買っちゃいました。でもあんま主張強くないです。これ何かわかんないです。でも肘はちゃんと。はい。同じです。バック全然違いますよ。全然違います。ライジンに肘おしゃれな人初めて出てきました。いややめてください。なんか嫌だ。別に嬉しくない。ということでボクシングですか。ボクシング行きます。千葉県まで戻ります。着いちゃいましたね。ここのエスカレーターめちゃくちゃ遅いんですよ。進み超遅くないですか。一回テレビでやってましたよ。遅すぎるですかね。遅いで有名らしいです。ちなみに俺のパンチは速いです。間違えた。すいません。すいません。こういうとこ出ちゃうんですよ。ごめんなさい。
どのぐらい速いですか？大谷翔平のボールとあ、俺の方が早いです。あれ遅いですよ、全然。新幹線と俺っす。反応できないですね。だから今回も当たっちゃうんですよ。これが。ジェット機とパンチを俺っす。もちろん。ごめんなさい。ミクルさんのパンチとミクルさんっす。悪いっすね。それはミクルさんって言うじゃないですか。ロケットとパンチは俺っす。甲斐さんのパンチと甲斐さんで。ダメっす。あの建物。いつもここから荷物投げてここから入れてるんですよ。ごめんなさい。やってもらっていいですか？ごめんなさい。やるならしっかりやってよ。こういうとこ出ちゃう。あざいです。お願いします。すいません。これ毎回押してるんです。最近はあんま来れてないですね。これよくたまに上とかにやっちゃうんですよ。全部押しちゃおうかな。落ち返し、あ、段落ちちゃったじゃないですか。これがさっき買ったロイブですね。どうですか皆さん。爆肘っす。間違えた。普通にこれは撮影用で大事な方に買えって脅してきたんで買うしかなかったです。はっ、3枚同時に脱ぐ派なんで俺。どうすか？おー、いいですね。いい体になってきました。はい。リハーサルが必要かも。キント選手はパンチはどうですか？いや、いいと思うんですよ。もともと2年くらい前からも来てるけど、パンチ良かったんで、もともと。左ストレートがちょっとタイミング若干ずれるんで、見づらい感じなんで、多いし、まあ、右の使い方が上手くなったから、やっぱ左もだいぶ良くなって、でカウンター合わせるようになったんで、最近ね、だから、だいぶいいと思うんですよ。パンチとしては全然、ボクシングも全然通じます。はい、ボクシングやろうって言えないけど、でもまあ、全然いいですよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。いやー、疲れたっすね。お疲れ様です。お疲れ様です。30分だけ寝ました。あれからはい、今から30分走ります。ついてきてくれるです。じゃあ行ってきます。です。30分走ります。です。行きます。もうやめていいっすか？
思った3億倍きついんですけど、なんかえぐいえぐいえぐい。あと5メートルぐらい行きます結構ペース速いですね。マジですか。早く終わらしたいよ。これよく走るんですか？よく走るんですか？走ります。走るの週5ぐらい走ってる。じゃあ頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。です。ああ、ごめんなさいごめんなさい。終わりました。なんかめっちゃ楽だったんですけど今日。でもまだ10分ぐらいしか経ってないですね。 30分経ちましたね。多分ランニング終わります。はい、お疲れでした。ありがとうございます。すみません、お邪魔します。いえいえ、ありがとうございます。あ、こんばんは。すみません、こんばんは。はじめまして。お世話になります。すみません、遅くまで。お邪魔します。遅くまですみません。移ります。僕は大丈夫ですよ。お父さんにちょっとお聞きしたいんですけど、はい、もともと格闘技好きだったんですよね。そうですね。メリアエンコ・ヒョードル時代から、まあ、山本キッド、日本人ではまあ山本キッド。じゃあプライドから見てた感じですか？そうですね。プライドが終わってしまって、まああんまりそのなんか好き好んで見るようなあれがなかったんですけど、まあライチン始まってまた見るようになって。で、秋元選手がその舞台に立つってなった時どう思いました？まあ全然いまだにあんまりしっくりこない、実感が湧かないというか、やっぱ家にいる京馬とあそこのリンゴの上に立つ京馬って全然違うので、まあ緊張しかないですね毎回。はい。お母さんもどう思いますか、試合？もうドキドキです心配で心配でもうしょうがないですね。なんかお母さんは格闘技始めた時は反対してたんでしたっけ？はい、めっちゃ反対してました。もうサッカーをずっとやってたので、もうサッカーで行くっていう感じで高校も選択をしてたので、で急にこれ高校も行かないし。あ、そうだったんですね。はい。結構喧嘩になりました。喧嘩というかもうよく考えなさいですよね。でもうちは結構ね、子供がこうやりたいっていうのをやらせて、そうですね。結構自由というか、あんまり縛らずに、まあ、サッカーとかっていうよりかは正直僕は格闘技をやってくれた方が嬉しかったので、まあ本気でやるんだったらじゃあバックアップしてあげるからバイトしないでもう本気でやってみろっていう感じでした。今結構何万人の前とかで試合してるじゃないですか。はい。いつも会場に来られますか？行ってます。心臓はいつでも出そうです多分僕誰よりも緊張するんで。入場の時で泣いて、リングに上がってまた泣いて、勝って泣いて、でやっぱ格闘技って殴られる、まあ本人も殴りますけど殴られるものなので、心の中でお願いだからもう殴らないでって思い高校決まって格闘技やるわって言った時は言いにくかったりしました？そうですね。まあけど、まあ、何言われても逆ギレぐらいな感じで言ってたんで、俺の人生だからみたいな。9月埼玉スーパーアリーナでいきなりライジン出たじゃないですか。はい。それは嬉しかったですか？そうですね。なんかちょっと微妙じゃないですか。めっちゃ不安で、もうめっちゃ不安なんですよ、やっぱり。もう目の前でこう見てるっていうのがもうめっちゃ不安で、減量の辛さとかっていうのを結構目の当たりで見てるし、練習終わってもうぐったりして帰ってきてる姿もこう毎日見てるので、なおさら何とも言えない感覚です。嬉しいよりも心配が勝つって感じですか？今はお母さん、約1ヶ月後ぐらいにまた名古屋で大会出て、っていうのはどう思いました、お二人？名古屋はさすがに体の心配の方が大きかったかもしれないですね。やっぱ年齢も若いので先も長いので、まあ、本人がいいと思うんだったら無理してもいいかなとは思いますけど、やっぱ親としては心配はもちろんありますね。よくあれお
父さんの腰に巻いてあげたりみたいなのあるじゃないですか。そういうのをやっぱやってあげたいなと思いますか。もうそうです、ベルト1回は持たせてあげたいなとは思うんです。今多分やってこなくても僕自分で巻きます。飾らないといけないですもんね、家のどっかに。そうですね。なんか考えましょう。もう赤坂に引っ越すしかないですね。赤坂はまだやめた方がいいと思う。って言うんですよ。それは何でですか。寂しいからと思って。まだ子供の部分がやっぱりどうしてもあるので、社会をまだ知らない部分もあると思うので、その辺やっぱ心配もあるので、社会で生きていけるかなって思った時は送り出そうかなとは思うんですけど、これからどういう選手になってほしいとかってありますか。相手を見下してっていうような選手にはなってほしくないので、リスペクトを持って、強く、トップに立ってくれたら、僕たちとしてもやっぱ鼻も高いですし、稼ぐようになっても今までやってきた努力を忘れないでほしいかなとは思います。京馬がこう人気でこういられるっていうのは、ファンの方たちでもそうですし、ジムの方とかがこうサポートしてくれてる、恩を忘れずにずっと頑張ってほしいですね。そこはどんな風になって入ってきてほしいですか。正直親の気持ちとしては勝ち負けよりも本当に怪我だけしないでほしいっていう方が強いので、怪我しないで帰ってきてくれれば結果勝ってると思うので。はい。いつも殴って怪我しちゃってるんですけどね。こういうとこですよね。生意気なんです。生意気なんです。生意気なんです。こんな感じです。全然どんな感じですか。どんなんですか。ちなみになんですけど、まだ僕と隣同士で寝てるぐらいなんで。それは寝るっすよ。だってそれはなんで怖いからですか。いや違います。いやでも一人ってなんか寝心地悪いんですよね。しかもバッチリくっついてますから。全然くっついてないですよ。間とか何も全然くっついてないですよ。邪魔だよって蹴ってるんですよ。ママって呼んでるんですか。ママで全然呼んでないですよ。ママ全然呼んでないですよ。ママーってミカーママって言ってるよ。これは言ってるな。言ってないですよ。あ、入った。言ってないです。5時入りました。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません。お邪魔しました。すいません、どうもありがとうございます。遅くまで。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。次じゃあまた会場で。そうですね。よろしくお願いします。そうです。じゃあ満面の笑みで。はい、パパとママに優しく。強くミカです。